明けましたおめでとうございました。2023年もよろしくお願いします。新年最初に紹介するのはながり。アボリジニの言葉で流れるという意味じゃ。ながりと流れる発音が結構似ている。多分偶然なのだ。なんと夢のない話。フラッシュ。それはそれとして今回のカーハントですけど、すごく良い仕組みなんです。その素晴らしさについてはもう少し後に説明するとして、まずはアンロックであります。このコースにいい思い出がない。グランプリに採用するのやめてくださいよ。ほいほいほい。なかなかいいリズムだ。何事もテンポというのは大事だよ。アンロック工事完了です。設計図は比較的出やすい様子。もちろんそれも素晴らしいのですが、このイベントはさらに手厚いサポートがあります。正直今後のカーハントは全てこの方式にしてほしいぐらい。イベントを周回するほどその見返りを得ることができる。これは周回するためのモチベーションを維持するのにも役立つでしょう。紹介する時のハードルがどんどん上がってますね。そうだよ。サクサクいこうぜ。最高速流り連続。設計図がたくさん出る。これは素晴らしいことです。当たり前だよな。これで2つ星順調であります。この調子でどんどん行きましょう。さあ次なるターゲットは第3ステージ、悶絶の空中庭園であります。サスケかよ。車輪の直径 3.34 インチのトライアル用の三輪車で挑戦します。失敗不可避。お待たせしました。このカーハントの本質に迫る時であります。スタートまで残り3枚です。あと何回周回したら終わるでしょうか。答えはゼロ。これがこのカーハントの最大の特徴です。周回するほど報酬がもらえちまうんだ。すごくないですか。これはモチベを維持できそうな仕組みだね。カネックス流り。成し遂げたぜ。そのグルガン族の男は静かに語った。こういうのがあると周回しようかなという気持ちになりますね。わかるまん。なのに残念ながらこの形式のカーハントは今回限りで終わりました。なぜ続けないのか私には理解に苦しむね。儲からなかったのかね。せちがれ。このゲームは主に課金者によって成立しているので。そういう仕組みだからね。そうだよ。さあ総仕上げであります。残りは15枚。もしかして。そのもしかしてであります。すでにスターアップの準備は完全に整っております。ドバー、そしてドバー。やったぜ。これほど快適なカーハントはなかなかありません。またやってほしいけど、ないものねだりをしてもしょうがない。この車についてお話ししましょう。これといった弱点はないんですけど、あえてこの車に乗る理由もありません。フェラーリのあれの存在よな。オーン。ランク3000未満、こんなもんでしょう。この車については以上。だけれどももうちっとだけ続くんじゃ。このイベントの報酬にはまだ先がある。エピックパーツがもらえちまうんだ。ということで早速いただきましょう。タイムアタックが苦手な人でも周回すれば入手できる素晴らしいイベントなのだ。ちなみにライオットは上位 5% でした。バックからも1枚出ました。結果的には最大ランクに届きませんでした。でもまたやりたくなるぐらい満足度は高い。そうだよ。はい、次に紹介するのは体感を体感しているプラスイン予点。体感ではなくて1789。こいつが主役であります。リーグってなんだよ。未だに治ってないし、おそらく治す気がない。フラッシュ。長く苦しい戦いだった。この車の設計図、配り方に特徴があります。スペシャルイベントがあったのにそこでは一切配らなかった。じゃあどこで配ったのか。それは一貫してマルチの報酬です。今回のアンロックもそう。未だにマルチの報酬になっている。当時はマルチの期間が1日単位で毎日大変でした。すげえきつかったぞ。バートークンも結構もらえたけど。懐かしい。あれは良かった。そうだよ。あれ、二つ星はと思ったあなた、その違和感正しい認識です。なんかカッコつけてるけど録画し損なっただけでしょ。申し訳ないっす。長くやってますとそんなミスもしょっちゅうです。何の自慢にもならない。ということで三つ星になりました。もう二つ星の姿は見られないやね。しょうがないさ。気持ちを切り替えてこの車を語ろう。テルゾー足といった感じ。クラス S で戦うのは少し厳しいかも。この車の良いところは育成にトークンが不要であるということ。継続的にマルチをプレイしてコツコツと設計図を集めていきましょう。順位報酬は狙いたいところ。パックからはなかなか出ない。
続きましてはシアンの登場であります。ややこしいんだよ。シアンとか支援とか。シオンはいないかシアンする。支援するから支援しろ。しょうもない言葉遊びはこの辺にいたしまして、設計図を受け取りましょう。フラッシュ。星が少なくてもそれなりに走れてしまうんです。初期ランクは高めだね。逆に言うと成長させる楽しみが物足りない。だから育てるのが億劫になる。この車の性能はどうでしょう。バランスが良い車の最高峰の一つ。加速はちょっと物足りない。最高速はわずかに底上げできますよ。高速車が苦手な人は育ててみるのもいいかもしれません。おー。すでにアンロックしてるんですが、それは大丈夫なんですかね。簡単に経緯を説明しましょう。ビッグクラッシュという大型企画の結果です。チャンネル登録者が100万人を超える YouTuber2 人が戦った。その結果がこれです。もうちょっとうまくできなかったかな。このイベントの概要を理解していた人がどれぐらいいただろうか。なんかよくわからなかったです。運営は盛り上がってたのかな。よくわかりませんでしたが、設計図とデカールをもらえたのは確かです。この車のアンロックは嬉しいですね。無課金には遠い存在でした。レジェンドパス早期アクセス書ですからね。未だにハントが来てないんごね。数少ないチャンスをうまくものにできたのは良かったね。これはもう我慢比べよ。一方はダッシュしぶりをするし、私は絶対課金しないし。なんとも醜い争いだ。この映像なんですけど、年末に録画したものです。めちゃくちゃ最近じゃないですか。本来収録する予定はなく、強引にぶち込みました。こうやって動画の尺は伸びるのだ。今回はワイルドカードを活用します。ワイルドカードってなんだよ。検索の結果をフィルタリングする。そんな時に使ったりする。これ動画の編集中に活用してるあれ。制作の舞台裏が見えてしまいました。これはどういうことかというと、ウェーブファイルだけ抽出するということです。アスタリスクの部分がワイルドカード、ファイル名が何であろうと対象になる。ジョーカーみたいな感じ。それはそう。今回はクラス C の一つ星の車、これが対象です。結構条件が厳しいね。なるほど、ジョーカーほど万能ではないか。フラッシュ。余談ですが、メジャーリーグのプレーオフなどでもワイルドカードというのがあります。これは追加の特別参加枠、そんな感じの意味です。敗者復活みたいな。そうですね。では会についてお話しします。流りと似ている、そんな風にも見えます。しかし最高速は13キロも違います。13キロや、急におしゃれなセリフ言うのやめてくださいよ。上手い人が乗ると強そう。ガバ勢はあれに乗りましょうね。ここからはもう苦行の記録です。インターネットエクスプローラー。違うだろう。インテンさえもやん。レンチがアホやから野球ができへん。このネタがわかる人、どんだけおるんよって話。でも伝わったらエモいわ。さあ、地獄の一丁目。Intensa emozione. カネックス。Intensa emozione. 成し遂げたぜ。この車もレジェンドパスの早期アクセス車でした。クラス B の中でもなかなかの性能を持ちます。幸運なことに無課金にもカーハントが開放。体感の時もそうでしたが、こういうチャンスは非常に貴重です。次に作るのか分かったもんじゃない。今回で終わらすつもりでいいかな。そして私はタイマーで1時間30分を測り続けるという不毛な日々を過ごすことになるのだ。睡眠時間以外は常にハントを意識せざるを得ない。もはや苦痛でしかない。早速の2つ星、工事完了です。17枚で星1つ、まだ救いがある。しかし星はまだ3つ残っている。これからが本当の地獄だ。まあカーハントの集会は全部カットするんですけど、残念でもないし当然の結果と言える。無駄を省いてテンポよく行きたいところさん。毎回10分超えてるけどまとめるの下手。そうだよ。あいやー。Intensa emozione。ハンドリング、カネックス。ちなみに、インテンサエモチョーネの意味ですが、スペイン語で激しい感情ですね。これなんか説明した記憶があるんだけど。前のチャンネルの新車を紹介した時かも。これ紹介したんかな。いや紹介してないかもしれへんわ。確信がないわ。これ紹介したかわからへんから。前のチャンネルの確認を怠るクズ。違うんですよ。収益化すると見返せないというか。それはそう。詳しくは YouTube パートナープログラムを読んでください。丸投げすな。そうだよ。前回までのあらすじ、グンペルト。そんな話してないから。Intensa emozione。Nitro。カネックス。ちなみにグンペルトとは、グンペルト・スポルトバーゲンという自動車メーカーのことである。アポロの前身ですね。ドイツの会社です。やはり響きが強そう。クーデレシュライバーとかね。すごく強そうだけど、オールペンのことです。ちょっと話を戻しましょう。横道にそれすぎるのが悪い癖です。早見も小道。早速悪い癖出てんぞ。やっぱり条件反射でね、言っちゃいますよね。ライブ配信じゃないし、カットできるでしょ。カットしてたら動画が完成しないんですよ。それはそれで困る。そうだよ。
それでは最後の星をいただきましょう。 Nitro. Intensa emozione. カネックス。最後は45枚ですよ。これを1回で終わらすのは相当な暇人。自分で言ってて悲しくなる。それじゃあこの車についてお話しします。加速のあるバランス型でしょうか。ニトロが少し心もとないとか、思ったより曲がらないとかありますけど、結局ウラカンは偉大ってことなんだよね。どうしても比較対象になってしまう。ウラカンの燃料が増えた、そんな風に考えるのが有意義でしょということで今回の動画はここまで。う。ご視聴ありがとうございました。